皆さんが普段何気なくしているこんな感じの姿勢に見覚えがありませんか？今回は悪い姿勢になってしまう原因について説明した上で対策となる運動を紹介します。姿勢が悪くなる原因は3つあります。1つ目は急な加減速による外傷ですね。ムチ打ちとか、スポーツとかでタックルをしたりとかしてガクンと急に勢いがついたりとかした時に起こることですね。で、2つ目はシンプルに悪い姿勢ですね。で、悪い姿勢っていうのは例えばデスクワークとかだともうずっと同じ姿勢を維持してしまったりすると、やっぱ筋肉とか靭帯がどんどんそれに最適化するようにやっぱ変化していってしまうっていうので崩れると。で、3つ目は筋力低下ですね。で、筋力低下、体幹の力が弱くなってきたりとかすると上半身が後ろに後方移動するようになってきます。で、腰が伸びてしまったりとか、頭が帳尻を合わせるために頭が前に出ていったりとか、そういうふうにして、筋力低下から姿勢が崩れやすくなるっていうのが3つ目になります。で、この後より踏み込んだ話を詳しくやっていきたいと思うので見てみましょうか。まず立つ、座るといったシチュエーションを見てみると、筋力低下もしくは使いたくない、楽な姿勢でいたいという意識が働いて、上体が後方移動、過伸展してしまっているのがわかると思います。これ私じゃんっていう方も多いんじゃないでしょうか。こういうような姿勢が長時間続く習慣があると、靭帯や筋肉がどんどんその姿勢を最適化するように縮まって緊張するところや伸びて緊張するところが出たりして、バランスが変化していきますし、筋力も低下していってしまい、余計にこのような姿勢をとっていたくなってしまう。まさに悪循環ですね。私たちの体は首、背中、腰が前腕、後腕、前腕というような曲線を持つように設計され、バランスをとっていますが、先ほど説明したように緊張した場所ができたりしてバランスが崩れると、まるで洋服の一部を引っ張られているような状態になります。すごく不快ですよね。具体的に首から見られる悪影響は頭痛、アレルギー、疲労感や首の痛みです。背中上部からは肩こり、手、指のしびれや痛みが見られます。そして腰では神経が消化器官に通っているため、ガス、痙攣、下痢、便秘などがあります。女性の方だと辛い生理痛なども悩まされている方が多いです。また、過伸展した腰の状態が続くと、椎間板がすり減って神経学的問題を引き起こす可能性があります。といろいろ説明してきたんですけども、だからといって常にこんなこういうふうに姿勢よくしていなきゃいけないとか、そういうふうには、ほとんどのシチュエーションでは思ってません。というのはもうすでに大体の現代人の人が頭が前に出ちゃってるし、猫背もできているし、反り腰もできてしまったりとかしているので、そういう方が無理にいい姿勢を作ろうって思うと意識してしまっているので、筋力余計に筋肉が緊張してしまったりとかして、大体悪影響になるので、ずっといつもさっき説明したような悪い姿勢でいるといけないっていうわけではないです。で、僕も含めずっと大体そういう姿勢をしているので、ほとんどの方がそういう姿勢をしているので、その姿勢をとっていること自体が悪いっていうことではないです。で、問題なのはその同じ時間で長時間、いたりするのに、それに対する運動とかを全くしていなかったりだとか、そういうことが問題っていうことですね。なのでこれからちょうど5つ対策となるような運動を用意しているので、そういうことをちょっと取り組んでみたりとかしていただけたらなと思います。それでは運動に移りましょう。まずはじめに椅子やソファーに座ったり、スマホやパソコンを見たりすることで被害者になる頸椎と胸椎を改善することに役立つエクササイズをしましょう。うつ伏せになって両腕を伸ばし、両足を閉じて頭と胸を浮かせて前を向きます。恥骨をマットに押さえつけておきましょう。息を吐き、
背中の収縮を感じながら両肘を引いていき、首と背中を反らせていきます。吸いながら戻しましょう。親指を上に向けることで腕を外旋させて、首を伸展するときに首の後ろの力を使っていることを意識してください。20回を3セット行いましょう。次に首の前側の筋肉のためのトレーニングをします。このトレーニングでは首を鍛えますが、特に首の深い場所にある頚長筋という筋肉を鍛えます。頸椎のバランスを維持して守る役割があるため、この筋肉が正常に働くことで首にかかる負担が軽減したり、首の S 字腕曲が整って正しい姿勢になる手助けをしてくれます。仰向けに寝て頭を上げて、手を使って可能な限り顎を押し込みます。押し込んだら手はお腹の前に置いてください。足やお腹など全身で力むのではなく、あくまで首の前側の力を意識して行ってください。首の状態が良くない方はキープしている時に首の後ろが少し痛みのような不快感が出ることがあります。あまりにひどい場合は中断して少しずつ行ってください。また、顎が出ていると逆に悪い姿勢を助長してしまうので、しっかり押し込んでください。10秒キープしましょう。続けて腹筋、背中下部、お尻を鍛えていきます。これは主に消化器や生殖器系の問題を抱えている可能性がある腰の部分の神経などにいい影響を与えます。一日に座ってばかりいて運動ができていなかったりして、体幹が弱ったり使い方がおかしくなったりしたために、姿勢を崩した状態を正しい姿勢に戻していくことにつながります。仰向けに寝て上半身と下半身を浮かせます。腰を床にしっかりと押し付けて、上半身は肩甲骨が床から離れるくらいに持ち上げ、下半身はお尻のところまで全て持ち上げます。平らな床が背骨を縮めすぎないように防いでいるので、安心して腹筋を思いっきり収縮させて、その姿勢を決して崩さないという気持ちでキープしてください。手が床に滑り込まないようにしておくイメージが大切です。15秒キープできるよう頑張りましょう。それではもも裏とお尻に移りましょう。この運動では首の伸筋、背中中央の筋肉、腰、腹筋、もも裏、お尻などの後部全体の活性化をしていきます。仰向けに寝て足を腰幅、息を吐き肋骨を閉じてお腹の力を感じたら、足を近づけながら一番下の背骨から順に地面から持ち上げていきます。閉じた肋骨を逃がさないようにして、腰や胸を反らないように注意しましょう。5回3セットから始めて、10回 ×3 セットをできるようにしましょう。最後にもう一度、体の後ろの筋肉をすべて活性化させましょう。壁にかかとをつけて、腰を反らずにホールドして、上半身を壁に押し付けます。その状態で頭も壁にもたれかけます。これでホールドすることで、後ろの筋肉のすべてを活性化させることができます。15秒 ×3 セットを行うと信じられないくらい疲れると思います。今回の運動は結構強度の高いものが多かったので、症状が結構ひどい人とかですとうまくできなかったりしんどくてっていう方も多いと思うんですけども、そういった方はですねまず医師の方に相談していただいて、運動の許可等をいただいてから少しずつできる範囲で、進めていっていただけたらなと思います。このチャンネルではまた皆さんが疑問に思うようなことをまたアップしていきますので、よろしくお願いします。それではありがとうございました。